Please welcome Sexy UFC に代わって自分の生活はやはりいいマンションにも住めるようになりましたし、いいご飯も食べれるようになりましたし、本当に UFC には感謝の気持ちでいっぱいです。Strasser Kichi Kunimoto。前回のカナダの試合で世界にはアピールできたと思うんで、今回は日本でしっかり自分の名前をアピールするチャンスの場所かなとは思っています。世界最高峰で戦えてるっていうやっぱ幸せと、本物の世界で戦ってるっていうやっぱそういうのはやっぱすごい嬉しいですね。これは西成ですね。これが西成の中心部になりますね。確かに結構強烈な街だとは思いますね。当たり屋とかもいてるんでね。この辺走るときは絶対に徐行ですね。ほんまに当たってくる人いてるんで。映さないでください。行きますか。行きますか。ごめん。僕だけ映してるから。ファイトの撮影や。西成やから仲間なんで。はいっす。西成から出ようと思ったことは正直一度もないですね。一度あったのがやっぱり東京でやっぱり練習するのに向こうで住もうと思ったぐらいで。私の出身は大阪なんですけど、大阪の市内の、小さな焼肉屋さんがたくさんある、鶴橋というところで育ちました。大阪にいた時は MMA はまだ自分は全然知らなくて、大阪にいた時はずっと柔道をしてたので、 MMA は東京に来てからですね、MMA をすると決めたので、それで東京に引っ越してきました。大阪で育ったからその今タフな気持ちとかっていうのは別で、単純に貧しかったっていうのが、家庭がそんなに裕福ではなかったので、少しでもお金を稼いで親にプレゼントをしたいなという気持ちがスピリットに変わったと思うので、格闘技があるから自分の今があるので、やはり格闘技っていうのは本当に大きな存在ですし、このキャリアっていうのは本当に大切にしたいなと思います。今いろんな他の仕事をさせてもらってるのも、格闘技があるからいろんな仕事をさせてもらってるので、やはり格闘技のキャリアっていうのは本当に大切ですし、他の、仕事も本当に大切にしてます。次しっかり勝ってアメリカとかで試合したいですね。アメリカの本土で。だいぶ儲かるよ。いや、勝てば儲かりますけどね。勝っていけば何千万とか。そうなんです。勝てそう。勝ちにいきます。ファイターになる前はスケートボードを7年ほど16ぐらいからやってました。長井公園っていう公園でここでずっと毎日スケボーしてましたね。昔の当時スケボーしとった時の板なんでだいぶ古いんですよね。もう今全くどんだけできるかわかんないですけど。スケートボードから格闘技する人っていうのはもうほぼゼロに近いほどいってないと思うんですけど、自分自身子供の頃からすごい体が強くて、ずっと体を使ってやっぱり、スポーツでやっぱり、有名になりたいというか自分の名前を売りたいっていう気持ちがあったんで、その時に、スケートボードよりやっぱり格闘技やっぱりしたいという気持ちがあったんで、思い切って24歳の時に格闘技の世界に飛び込みました。ここは自分の自宅と会社になります。リフォームの仕事とかやったりしてますね。あと新築現場の設備の仕事です。でも昔は現場出て
作業しながら格闘技練習してましたけど、今はやっぱりなかなか現場で仕事したらなかなかトレーニングできないんで、もうトレーニングはやっぱり優先して、仕事の一環でやってますね。僕はもう絵で、行きますか。それうちの母親です。恥ずかしいわもう。これを息子に買ってもらったネックレスやってるからちょうどええわ。ビーズ。これ息子からいつもねお家でサポートするもんやからね、お母さんありがとう言ってこれ今回ねプレゼントいただいたんですよ。これは今回の UFC ジャパンでの自分のチームの T シャツです。UFC ジャパンの時に着ていきます。これスワロスキーどうですか？いい？本当？ありがとうございます。イエーイ、やばい、かっこいい。これ頼んでたんですよ。もう日本に売ってないですよ。Fighting out of Osaka, Japan, Sexy Yama! 海外の人たちもファンはすごくついてくれてるのはすごい嬉しいですし、セクシーヤマというそのニックネームをつけたのはアメリカのファンの人たちがそれをつけてくれたんですね。で初めはすごく恥ずかしかったんですけれども、なぜそうなったのかわからないですが、すごく自分は今気に入ってます。自分のスタイルの良さやルックスの良さは自分でもそんなに自信はそこまでありませんけど、できるだけかっこいい服とかそういうファッションの雑誌とかをすごく見たりしてすごく勉強はしてます。今から3、4年ほど前に東京出てきた時にやはり自分は USC と契約してもらうのが目標だったんで、強くなるために USC への道というノートをつけて日々練習してました。東京にいてる時は秋山さんと一緒に練習させてもらってます。先輩後輩という仲みたいな感じで可愛がってもらってますね。基本戦うことに関しては変わらないと思うんですけど、やっぱり USC はやっぱそういうやつだけが上がれる戦う場所だと思ってるんで、そこで参戦できていることはすごく嬉しく思っています。東京来たらやっぱり秋山さんとかすごいみんな強いんで、気持ちがやっぱお互い行ってる時よりもガッと引き締まりますよ。USC は2014年の1月シンガポール大会です。正直僕ランニングしてる最中に、マネージャーの方からメールで USC 決まりました、どうされますかってメールが来たんですけど、その時ちょっと泣き崩れるぐらいやっぱり嬉しかったですね。はい。国本選手とはもう知り合って5年ぐらいになると思うんですけれども、格闘技に対する気持ちもすごく真面目ですごく貪欲で欲をすごく持ってて、今やっと UFC にも上がって戦績も残して自分のすごく可愛い後輩の一人です。And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a judo fighter. ファンの人たちには次の試合もう久々に私も試合をするので自分自身もすごく興奮してますし、ですが今までと同じような秋山では多分試合には勝てないと思うんですね。だから本当に違う自分を見せますし見せたいですし、ぜひ一緒にファンの人たちと戦いたいと、そういう気持ちでいっぱいです。
And Akiyama easily stuffs that takedown attempt. Good right hand by Akiyama. 周りの人は日本の格闘技が死んでる、もうだいぶ落ちてきてるっていう人も多いですけれども、実はそうではなくて本当に頑張ってる選手はたくさんいてますし、全然日本の格闘技は死んでません。次の、UFC のジャパンに自分が出場できるっていうのはやはり自分も怪我をして2年も7ヶ月8ヶ月になってしまうから不安もありますけれども、けどすごくいいタイミングで試合が来たなと自分でもすごく興奮してますし、いい結果を残せるようにまた日本で試合をできるので、日本のファンの人たちにも自分の試合を見せることができるので楽しみです。押すスピードラストなので選手同士がスパーリングを重ねることによってお互いで刺激し合って、もちろんだから俺が一番になる、俺が一番だっていう強い気持ちのもとに練習し合う。でもし何かタイミングでもしかしたら試合をするっていうこともあるかもしれないし、だからそういうこともちゃんと心には持ちながら選手っていうのはやっていってくれてると思ってます。僕らは選手としてはやっぱり一番強い人になりたいんですよね強くなりたい。でそこが今やっぱり UFC が一番レベルが高いと思うので、やっぱりそこを目指しますよね。すごいシンプルです。強くありたい。自分のことをね尊敬してくれる人たちはすごくありがたいですし、格闘技に関しては本当に地道に真面目に練習するしかないと思うんです。それで結果を残して総合格闘技の本当に目標とされている UFC に自分たちが参加できるということは本当に素晴らしいことですし、けどそこで満足しても意味がないというか、やはり勝たないと結果を残さないとダメなので、もっともっと上の選手と戦えるような存在にはなりたいと思います。そうですね、やっぱり UFC チャンピオン目指してやってるんで、やっぱり秋山さんを超えるつもりで格闘技やってます。Ladies and gentlemen,